ホイコーローの肉ですね。こちらもう前日に仕込みの段階でボイルして冷やしておいたものですね。まあ今日一品なんでこれくらいですかね。あとここの硬い部分はね切り取っておきます。で家で作ればなんかこう気をつけた方がいいこととかありますか？家だとこの塊肉をボイルするっていうこと自体が結構面倒になるとは思うんですが、そしたら豚バラのスライスを購入されて、もうそのまま生の方から炒めてもらう、そういう感じでも大丈夫です。このくらいですね。あとニンニクですね。ニンニクはみじん切りでもいいんですけど、まあ中華だとやっぱスライスをね使っていきますよね。こっちの方が香りがね立つので、春たけのこですね。春たけのこのホイコーローなんで、こちらの方を使っていって、まあスライスでもいいんですけど、ちょっと春たけのこの存在感を出すために、こういう感じでちょっと肉厚な部分を残していく感じですね。今日はこういう感じでいきましょう。まあお店の方もこういう感じでやってますので、あとまあ薬味でネギですね。まあ分けネギとあとこちらマコモダケですね。ここ皮むいていきましょう。で下の方を落としてもらって、マコモダケもねこうやって存在感がある、ちょっと肉厚な感じ。まあ、繊維が縦に入ってますんで、ちょっと斜めに包丁を入れていくと食べた時に歯切れがいいというか。であと鷹の爪ですね。で今日はこの材料でやっていきます。あと調味料なんですけど、うちでは最初に合わせちゃいます。これ豆板醤です。で豆豉ですね。で甜麺醤。だいたい分量的には甜麺醤多めですね。でこちらが火鍋の素ですね。ここに中華スープ。ここで合わせていきます。この水分を飛ばすように油で炒めていきますので、結果的に油で炒めるのと同じような感じになってきます。で醤油で酒を少し。火鍋の素を入れるんですね。これは辛さの複雑性というか、それを出すために香辛料がね10種類以上入ってますので、あと牛の油ですね、それで作ってます。やっぱ味の深みというんですか、それがだいぶぐっと強くなりますので、こちらで作っていきます。いつも動画を見てくださってありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まずはマコモダケとタケノコを油で揚げていきます。まあマコモダケは生でも食べられる食材なんですけど、揚げることでその食感がホクホクするような感じになりますので、そしてマコモダケがあるタイミングで温める。これはさっとで大丈夫です。でちょっと色づく感じで揚げましょう。
唐辛子ですね。ゆっくり。うちのやり方だと、肉とニンニクの芽と唐辛子、全部ちょうど炒め合わさるそのタイミングで調味料を入れてます。普通の作り方だと肉を一回入り焼いてからザルに出すんですけど、もうここで最後炒め合わせるタイミングで全部入れてってしまいます。で、焼けそうになってきたらニンニクですね。ニンニクを最初のタイミングで入れちゃうともう焦げすぎてしまうので、ちょうどいい焼き色になったので、そしたら火鍋の醤ですね。これ牛の脂なんで熱で溶けていきます。でこのままやっちゃうと焦げちゃうんで、ここにコーロンでよーく焼いていって、ほんの少しで、最後ラー油です家庭でやる場合も、はい、火加減は強めでやった方がいいです。そうですね、家庭だと強火よりかは中火ぐらいで焦げないように炒めていった方がいいとは思いますね。こちらで完成です。はい。山さんありがとうございます。ありがとうございました。どうも。じゃあ早速いただいていきます。どうぞどうぞ。作ってる時はなんかもっと辛いのかなと思ったんですけど、実際に食べるとそんなに。そうですね。はい。うちはもう激辛とかやってないんで、やっぱ皆さんが食べやすい辛さにはしようと思ってます。でもこんだけ唐辛子とか使ってもそんなにこう辛さというか、後から来る辛さありますけども、これ唐辛子はね割ってないんで、辛みによる唐辛子じゃなくて香りを出すための唐辛子ですね。あとこれも食感がすごい。はい、食感楽しいですよね。やっぱり一回こう揚げるというか、その行為をするからこんなに食感が良くなるんですね。マコモダケはね揚げた方がホクホク感が増すんで、あとタケノコも食感が結構近くて風味が全く違うので結構面白いです。今回も美味しいお料理紹介してくれてどうもありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。東高円寺でですね、中華料理屋を営んでおります。広東料理を中心としてますが、辛い料理、麻婆豆腐とかも結構人気で、頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いします。